仕事の話だぞ。なんでわざわざ酔っ払いに振ったんだ。こんなヤバい仕事をお前しか受けねえんだよ。乗った。俺が言うのも変だが、仕事はちゃんと選べ。慈善事業じゃねえんだからよ。慈善だよ、俺自身の。ナルシストが。お前何者だ。ただの運び屋だよ。あんたをこの町から出すように頼まれた。まあそいつは元政府機関の諜報員らしいからな。はあ、なんでそれをもっと早く言わねえんだ。仕事は選んだ方がいいぞ。今初めてそう思ったよ、畜生。今日からお前のバディになるナタリアだ。まあ何でもいいんだが、いい加減この状況を説明してくれ。私たちが動かないとあの町イナバシティが消えることになる。よろしいのですか。計画は順調に進んでいる。それに彼らは必ずここに戻る。もう一回言ってくれ。イナバシティが消える、そう言ったの。そりゃあ大事だな。どんな陰謀論だよ。ああ、ちょっと考えさせてくれ。心配すんな、逃げたりしねえから。ああいうやつだ。気にするな。信頼してるのね。まあな。ニージュとは長いの？あいつは生まれも育ちもあの町だ。だからガキの頃からよく知ってる。イナバシティはもともとは砂漠地帯に設けられた兵器の試験場だった。地上じゃいろいろうるさいってんで地下の採掘から始まって、工事や試験の規模がでかくなるにつれて参入する企業も増えてきてな。人が増えてインフラの整備や施設の拡張も急ピッチで進める必要が出てきたが、そこら中で勝手にやられちゃろくなことにはならん。それをまとめる企業連ができた。そうだ、ニージュの両親は医療関係の研究と開発を担う企業に所属していた。従事者が道の脇のテントに押し込まれて寝るなんてのがザラの。そんな慌ただしい最中にあいつが生まれた。仕事に追われて父親はほとんど家に帰らなかった。だからというか、あいつは父親の顔を知らねえのさ。それでも母親と二人トラブルの多い町で一生懸命に生きる姿はけなげだな。あの頃はまだ可愛げってものがあったもんだ。想像もつかない。体を悪くしたニージュの母親はほとんど寝たきりでな。幼いニージュが世話をしなきゃいけないくらいに弱ってた。あいつは何かあったのね。全部なくしちまったんだ。一瞬で何もかも。結局誰がやったかは分からねえまま父親もとうとう帰ってこなかった。そんなやつ誰だってほっとけねえよ。だから俺は手を差し出した。町のみんなも一緒になってな。あいつにとって町は家族同然だ。だからこの件から手を引くなんてことはないと俺は思ってる。お人よしなのは昔からなのね。
死にたがりをそのまま死なせるのは目覚めが悪いだけだ。先ばっか見て、足元を気にしてすらいねえ。明日にはコロッと行っちまうんじゃねえかってくらいにな。まだ終わってねえぞ。死にたがりは、お前もだ。そんなもんを仕込んだら、どうなるか、分かってんだろ。ごめんなさい。私にはこれが必要なの。俺は最高の仕事でお前の力になることはできるが、それだけだ。道を示すなんて大層なことはできやしねえ。これは私が選んだ道で、私が始めて私が終わらせるもの。あなたが何かを背負う必要はない。けじめをつけたいのは私も同じ。外の空気を吸ってくるわ。似たもん同士だよ、お前ら。見失うんじゃねえぞ、生きる道を。それでどうするつもり？どうもこうもねえだろ。やるさ。俺の探し物がなくなっちまったら困る。死ぬかもしれないのよ。分かってる。逃げて見捨ててもそれじゃどうにもなんねえだろ。今更だ。俺はずっとわけもわかんねえまま走ってきた。その途中でくたばっちまっても気づかないくらいにな。何かを諦めて石とでも立ち止まったらもう進めなくなっちまう。そうだったら俺はここにいねえよ。それは家族のため？おっさん、余計なこと言いやがったな。んなわけあるか。自分のためだ。それよりあんたはどうなんだ。あの町に義理があるわけじゃねえんだろ。私も私のために前に進みたいだけ。け気は紛れたか？まあな。それであんたが見た情報ってのは何なんだ。オアシスプロジェクト聞いたことはあるでしょう。少し待って、送るわ。だいぶでかいな。って暗号化されてるじゃねえか。当然でしょ。パスも一緒に送るからしばらく待ってなさい。ただ待つだけってのも暇だろう。一応こっちでもデータを用意してある。ある程度でかくなったイナバシティだが、今でも参入する企業も後を絶たない。ついでに人口も順調に増加中で、さらなる都市部の開発が必要になっている。企業側にしてみりゃ勢力を拡大するチャンスだ。水面下で利権をめぐって小競り合いしている状況でもある。くだらねえな。だがそいつらを黙らせて開発の主導権を握ったのが七穂田組だ。この町の創生に大きく貢献した企業連の一つで、ナタリアが情報を奪取したデータベースの持ち主でもある。データ転送まだ終わんねえのか。そんなはずは。あなた
電脳のメンテナンスはちゃんとしてるの？エラーログが何回も出てる。ああいや、後で見てやる。頼む。ここからが本題だ。オアシスプロジェクトの概要は過去の都市開発で使用されていた膨大な数のドローンを再プログラムして都市部の新規開発に流用するプロジェクトだ。表向きはな。開発される対象にはイナバシティの住人も含まれている。は住民を開発ってどういうことだよ。開発 AI によって不要と判断されたイナバシティの住人が排除される可能性がある。人のいなくなった都市は死んだも同然だ。開発ではなく衰退のために AI が働きかけるだろう。街を死に追いやるためのプロジェクト。名前とは真逆にね。何が目的なんだそれ。俺にわかるかよ。完全に狂気の沙汰としか思えんが、それを進めさせるわけにはいかん。俺たちの目的はオアシスプロジェクトの阻止だ。そしてその手段は2つ。一つは開発用 AI の完全な抹消。もう一つは休眠中のドローンの永久的な活動停止だ。やることは分かったが、当てはあんのか？開発用 AI の完全な抹消は難しいだろう。バックアップくらいは当然あると考えるべきだな。ハッキングのせいも厳しいでしょうね。私は専門家ではないもの。となると、ドローンの永久停止か。ぶっ壊すのか？何千体あると思ってんだ。そんなことしてたら警備の奴らが群がってきて、あっという間に蜂の巣にされちまうぞ。んじゃどうすんだよ。管理者権限を奪取する。二人に目指してもらうのはアクセスポイントのある管制室だ。おいおい、どんな場所か分かってて言ってんだよな。だからこそ20、お前の力が必要だ。イナバシティに精通しているお前なら最深部エリアの道も知ってるだろう。まあね。ルートナビはこっちでもするが、侵入が気づかれれば当然妨害はしてくるだろう。そうなれば現場でのアドリブが要求されることは多くなるはずだ。というより、ほとんどこっち任せってことだろ。むしろそっちの方が気が楽だしな。今更だ。やってやるよ。ところで、俺たちの後ろについてる生かした企業様はどこのドイツなんだ？何？筋は通っちゃいるが、こんなでけえ山を俺たちに丸投げするほどあんたはバカじゃない。オアシスプロジェクトを阻止して七穂田組が失脚することが何らかの利益になる。あの町に出資してる企業のどれかなんだろうが。察しがいいな。別に疑ってるわけじゃない。あんたのことは信頼してるしな。隠すようなものでもないさ。うちの社長だよ。こちらクラウスロスワゴン、ウェイポイント2に到達。クラウスロス2、まもなくエスコート終了。クラウスロスワゴン、了解。パッケージの輸送任務を継続。ウェイポイント3まで移動中。クラウスロス2、離脱。クラウスロス2、了解。ジレオンタワー、こちらクラウスロスワン。現在北10マイル地点を飛行中。快適な空の旅だ。貨物にしてはな。まだマシな方よ。もう間もなくだ。我慢してくれ。20、電脳通信の方はどうだ？おかげさまで絶好調だよ。入り口のゲートはこっちで解除できるが、警備部隊の無力化まではできん。そこで時間を取られるわけにはいかんからな。強行突破だ。これなら視界のジャミングくらいはできるかもしれないわね。
専門家じゃないって言ってなかったか？即座に電脳を焼き切る技量は持ってないわ。それと忘れちゃいけねえことがある。こいつがいたら絶対に戦うな。七穂田組トップの懐刀とも言われているが、きな臭い事件が起こった時は大体こいつの姿がある。単なる噂話も多いが、俺にはわかる。こいつは正真正銘の化け物だ。管制室を守ってる可能性は？うちの社長がアポを取ってやる。身請けのタイミングじゃそこにはいないはずだ。地下はどういう構造なのかしら。どういうも何も適当に広げた空間に適当に繋げた道が続くだけのバカでかい空間だ。詳しいのね。一度走ったことがある。次は帰ってこれるかわかんねえけどな。そろそろ下ろすぞ。着陸の衝撃に備えとけ。行くぞ。踏んで！話が違えぞ。さ撃つな。危険物の貨物がそこら中にある。外部からのハッキングです。こちらの資料を受け付けません。逆探知を。そんな余裕はないだろ。私が。あれはあんたか？追いかけられても困るでしょう。シェロ、さもうやってる。合図か。ええ、二人は地下に侵入しました。はあ、後ろめたいか。あんまり気は済みませんね。私の指示に従ったまでだ。お前が気に病む必要はない。そう言われましても性分みたいなものですから。ここまでは計画通りだ。そしてここからは我々の領分ではない。あとは君次第だ。頼むぞ。感謝する、ゲオルグ。これはすげえだろ。イナバシティ地下の巨大なサーバー群の集合体。保管されてるデータはほとんどゴミ同然だがな。何のために存在してるの？街ができる以前の試験データからレシートの1枚に至るまで、何から何までともかく全てのログを集積してったら、何が有用で何が邪魔なのか分かんなくなっちまったんだ。今でこそちゃんとしたデータサーバーが運用されちゃいるが、ここにあるのはそういう過去の遺産みたいなもんだ。遺産ね。ゆっくりドライブしてる暇がねえのが残念だ。そのようね。マジかよ。いくらなんでも早すぎる。なんとかする。するって何をだ。アドリブよ。振り切れねハッキングにもう少しかかるわ。なんとかできる。え。やってやる。おいおい。
まだか。いつでもいけるわ。構わない、戻してくれ。ナタリア。20。もうすぐ目的地だ。さっき私の。なんでもねえよ。大丈夫。私はあれくらいじゃ死なないから。そういうことじゃねえ。あんたを見てると、俺に似てるっていうか、無茶なことすんなーとか。心配したって素直に言えばいいじゃない。だから。言わないと後悔することもあるのよ。分かってるさ。ああ、取り込み中のとこ悪いが、間もなく管制室に到達する。二人とも段取り通り頼むぞ。ライゾー、あなた失礼だけど毎度タイミングが悪いわね。しょうがねえだろ。仕事でやってんだからよ。おっさんもいつも大変だな。誰のせいだと思ってるんだ。まったく、本当にお前たちは。一体何が。あれを倒して追いついてきた。あなた、噂以上の化け物ね。くだらん手間をかけさせるな。お前たちはここで死ね。行きなさい。管制室はすぐそこなのよ。こいつとやるつもりかよ。勘違いしないで。私たちの目的はドローンの管理者権限を奪取すること。管制室にたどり着けばまだ可能性はある。それに二人でならあいつに勝てるとでも。分かった。ナタリア、心配しないで。それであなたは見逃してくれるのかしら。任務に変わりはない。手間が一つ増えただけだ。そう、あまり舐めないでもらいたいわね。誰だ。君を待っていた。砂漠の中の小さな試験場がここまで大きくなると誰が予想した。街が発展し、人が増え、より良い生活を求めて人々はがむしゃらに働いた。明日への希望に満ちた日々は純粋な喜びと共にあり、そして何より幸福だった。しかし報われぬ者もいた。金に目がくらみ、昨日の友を切り捨てた者、たった一度の失敗を背負い自ら道を降りた者、偽りの情報に煽られ他者を虐げる者たちも。それでも私はこの町を愛していた。砂漠に存在するオアシスのように、渇きを潤し傷を癒し
希望に満ちた場所であると信じていた。だが、欺瞞と欲望が渦巻き、強者が弱者を淘汰し、理想と信念を歪められたこの町は、見るに堪えない汚濁だ。オアシスの水は枯れ、いずれ憎悪の炎で焼き尽くされるのは時間の問題だろう。だからってあんたに町を滅ぼす権利なんて。私だけではない。何？君にもあるのだ。ニージュ。なぜだ？お前はこの町に関わりのない人間のはず。あなたには使命があるのでしょう。無論だ。私はその使命を否定する。私の信念のために。名を聞こう。ナタリアククーシュカ。白金、ジェド、ナタリア、お前はやはりここで殺す。やはり早すぎる。大したものだ。私の攻撃をかわすとは、お前も相当な力を持っている。だが後ろ。なぜだ？なぜ立っていられる？手応えはあった？何？あなた、やはり人間ね。何が言いたい？あの加速に擬態が耐えられても、生身の脳はそうじゃない。どう制御しているのか、それを知るためにあなたの攻撃を間近で見る必要があった。脳へのダメージを防ぐために突進の前後で意識を遮断している。そうでしょう。一度は攻撃をかわす必要があるけれど、距離を詰めることさえできれば、あなたはこの攻撃ができない。接近戦なら私の方が上。次の手は何？スキャバード。この鞘のことだ。私はこの鞘から一度も剣を抜いたことがない。騎士が剣を抜くとき、すなわちお前を対等に敵として迎えるときだ。来い。全力でお相手する。俺に権利？何言って。グレビリア。なんで母さんの名前を。妻の名を忘れるわけがないだろう。オアシスプロジェクト。妻がつけた名前だ。誰よりも優しく、愛にあふれ、この町に全てを捧げた彼女を、町は平然と裏切り、傷つけ、命までも奪った。私は、この町を憎んでいる。ずっとだ。せめて、お前だけでも、健やかに育まれるように願い、私の元を離れ、すべてを捨て、
体を病みながら、それでも希望を捨てなかった彼女は殺された。他でもない、この町に、グレビリアのささやかな願いすら叶わぬこの町に希望はない。私は復讐する。オアシスプロジェクト、愚か者どもが妄想した絶望を叶えてやる。ずっと母さんのそばにいたお前なら、私の気持ちがわかるはずだ。20。違うんだ。母さんはこの町に殺されてない。母さんはずっと父さんに謝りたいって言ってた。なぜだ。手伝えなくなったことを謝りたいって。支えてあげたいのにそれができない。悔しいって。いつも俺はそれを聞いてた。母さんにご飯を作るのも、体を支えるのも、髪を溶かすのも俺がやってたのに、母さんはずっと父さんのことばかり話すんだ。俺も父さんみたいにいつか俺にも本当の笑顔を向けてくれるって信じてた。もういい。でも母さんは死んだ。薬を買ってきてって頼まれて、俺は何も疑わずに母さんに渡した。次の日の朝、母さんは目を覚まさなかった。俺のせいなんだ。俺が父さんみたいになれなかったから。俺が母さんを。20。家に火をつけたのは俺だ。もう誰でもいい。同情してほしかった。かばってほしかった。愛してほしかった。俺が憎いのは弱さを言い訳にして逃げた俺自身だ。そんな俺を受け入れてくれたこの町を憎むなんて。もういいんだ。なんで？最初からこうすればよかった。この町は母さんと作り上げた町なんだろ。だったら俺にとってもこの町は家族だ。20。お前に私たちの意志を託す。どうかご再考を。睡蓮様。オアシスプロジェクトは私だけのものではないのだ。私には必ずなさねばならぬ使命があります。そうか。ならばその意志、通してみせよ。仰せの通りに。父さん！お前、一体。何をした？使命を果たしたまでだ。ふざけるな。お前のような
理不尽を振りまく奴が、いつも私から何もかもを奪っていく。信じられん。その力。インフェルノ・インジェクター。血液を媒介に膨大なエネルギーを生み出し、それを動力として転換する機構は文字通り燃え尽きるまで止まらない呪われた力だ。インフェルノ・インジェクションシステムは汚染された血液を蒸気として排熱することで転換機構を強制的に停止させる。いわばセーフティー機能だ。セーフティーは段階的に強化され、最終的には生命維持以外の身体機能が停止して指一本すら動かせなくなっちまう。だからよ、一人で戦うんじゃねえぞ。一つ礼を言わせてくれ。ナタリア、最後にお前と戦えて光栄だ。また届かない。届いていた。ふざけないで。なんでお前みたいなやつが生き延びるの？それは違う。生きるのはお前の方だ。何を言っているの？私は睡蓮様の使命を全うした。そして今、お前を切らないのは私の意志だ。いいからさっさと終わらせて。今まで何も守れなかった私に生きる意味なんてない。そうか。うぬぼれるな。強さは肉体だけではない。何かを守るには、誰かを信じる力も必要だ。たった一人で強くなれたと思うな。お前の力には、仲間たちの意志が宿っている。私に届いた力だ。私には仲間たちを信じてやれ。その誇り高い使命を
呪いにするな。お前にはそれを認める時間が必要だ。ジェド様、ご無事で。その者は一体。そう、誰かあいつを止めろ。何やってんだよ。ジェドを恨まないでやってくれ。喋らなくていい。ようやく父親らしいことができた。俺の無茶なところは父さんからだったんだな。20、よく顔を見せてくれないか。母さんと同じ目をしている。どこまでもまっすぐで真剣な優しい目だ。俺、本当は父さんに会いたくなかった。あんなに探してたのにな。だって母さんのこと誰にも言えないのに父さんに言えるわけねえよ。でも止まらなくなった。こんな俺を叱ってほしかった。怒ってほしかった。私にその資格はない。あんたは俺の父親なんだろ。だったら最後ぐらい。20、お前の家族は私とグレビリアだけではない。こんなにたくましく育ててくれたこの町も、そこに住む人たちもお前の家族だ。お前はよく頑張った。だからもう自分自身を許してあげなさい。それで叱ってるつもりかよ。なあ父さん、ありがとう。ここはジェド君、あなた1週間も寝ていたのよ。寝ていたって僕は。そう、あの事故に巻き込まれて。ごめんなさい。あなたしか助けることができなかった。そんな。私ね、あなたを助けられて本当に嬉しかったの。勝手なことを言ってごめんなさい。僕もごめんなさい。謝らなくていいのよ。あなたのお父さんお母さんみたいに危険な町の大工さんのお仕事をしていて、事故に巻き込まれてしまう人が本当に多いの。私はお医者さんとしてあなたを助けることはできたけど。それは。ジェド君、私約束するわ。あなたみたいな子が傷つくことはもう二度と起こさせないって。僕にも何か手伝えることはありますか？本当に優しい子なのね。ありがとう。あなたは生きている。だからやりたいことをやればいいし、どんな道を通ってもいいの。もし大き
きくなっても気が変わらなかったら、この町のために頑張ってるあの人のことを支えてあげて。睡蓮様、グレビリア様、あなたたちが示してくれた道ですが、私は自分の足で歩めました。これで良かったのでしょうか。私がそれを認められるかでしょうね。あなたたちが私の生きる意味のすべてだった。ああ、仕事は終わった。二人とも無事だ、おっさん。わかってる。必ず生きて帰るさ。これで本当に終わったんですかね。そうだ。ここからは私の仕事だ。我が社の利益のためにも彼らの名誉のためにも全力を尽くさなければな。彼らはニージュたちに意志を託すことを選んだ。我々にできることはその決断を信じて見届けることだ。そうですね。皆前に進むため視力を尽くした。犠牲があったと思うのは彼らに失礼だ。ナタリア、今の君ならどう思うだろうな。事故の続報です。ギデオン社による調査の結果、データ運搬用のドローンが動作不良によって落下。支柱の一本が破壊され、ここにいると思ったよ。体は大丈夫なのか？雷蔵に見てもらったわ。すごく怒ってたわ。そりゃあそうだ。あんた無茶しすぎなんだよ。あなたこの町で仕事を続けるの？そうだな。よそで仕事を探すのも悪くねえかもしれねえが、まだやり残したことがある気がするんだ。そう。あんたはどうすんだ？帰ることにしたわ。私の居場所はここじゃない。やり残したことがたくさんあるの。え、そうかい。ありがとう。言うべきタイミングかと思って。なんだよそりゃ。あんたとはまた会いそうな気がするんだ。そうね。それまで死ぬなよナタリア。あなたもね、20。もらうわ。